こんにちは。ここ数日雨予報が続いており、部屋の中はやや暗めです。雨の日は暗く、数ヶ月前まで私は育成ライトを使わずに植物を育てていたのですが、育成ライトとは便利なものですね。ここ数日は暖かい日があったりと、春を感じるような日があるかと思えば、冬へ戻ったりと不安定な気温ですが、部屋の植物たちは春からの育成期に向けて少しずつですが動きを見せているような雰囲気も感じたりします。私の動画では月に1回ほどお掃除、配置換えの動画を投稿するのですが、お掃除を一角だけするパターンというのもあります。月に1回ほど大掃除をしても水やりを繰り返しているうちにだんだんと乱れてくることもあったりします。原因はもともとあった場所に戻しているつもりなんですけれど、微妙に入れ替わってしまったり、メンテナンスをして鉢をくるくる回したりすることで徐々に乱れていきます。ここで急に話が切り替わりますが、いただいたメッセージを読みたいと思います。萌えさんこんにちは。他の YouTube の人は季節の変わり目になると水やりの仕方に注意的な動画を上げたりしてるけど、萌えさんは季節によって水やりの仕方は変えてますか？あるなら教えてほしいです。あと、萌えさんの動画に映る植物ってなんで魅力的なのか。先日園芸店でこれ萌えさんの動画に出てたやつと思ったけどなんか違うって感じることがありました。植物を選ぶ時点で選び方が違うのか、手に取る時点でいい株を選んでいるのか、そろそろ秘密を教えてください。ご質問ありがとうございます。まず水やりの件ですが、特に水やりの仕方を変えているといったことはなく、年中水やりの時には鉢底から流れ出るぐらい水をしっかりとあげています。水やりの頻度もそうですが、極力私は水やりをサボりたいと思っている次第でございます。私自身の水やりの方法は変えませんが、季節によっては夏から秋に移るタイミングでは夏よりも秋の方が用土が乾く気がする、冬でも乾く鉢は乾くなぁなど感じたりすることはありますが、だからといって水やり頻度が上がるというとそうでもないですね。季節によって水やりの仕方を変えるというよりかは、季節ごとに観察をして水やりの頻度を変えなかった場合どうなったかを知る方が多い気がします。頭の中でデータを取っているようなイメージ。好きで植物を育てているのですが、忙しくて水やりに時間を取れない時もあるので、その時に春だから水やりの頻度を多くしなくちゃ、自分を追い込むような暗示や先入観を持ってしまい、園芸に疲れてしまうのは本末転倒かと思います。使っている用土、環境によってもちろん変わってきますが、私の過去の経験から無機質で育てていると季節の変わり目に水やりが原因でガクンと調子を崩すことはあまりないので、何度もお話をしていますが、株自体が強く育つと多少の環境の変化には耐えれているのではないかなと思います。約2週間ほど前に母がこの部屋に遊びに来たのですが、凍えるほど部屋の温度が低かったようで、母は寒い寒いと言ってブルブルにこの部屋で震えていました。母にはこの寒さでよくアロカシアの葉っぱ落ちないねと言われるほどこの部屋は寒かったようです。長々と話しましたが、私の回答は季節によって水やりの頻度を調整する前に季節関係なく観察してから植物に合わせて対応をしています。そしてもう一つのご質問、
手に取る時点でいい株を選んでいるのかというご質問でしたね。いいなと思った植物を選ぶ段階で、お店の売り場に選択肢があるのであれば、もちろん選んでます。手に取ってぐるーっと正面から、後ろから、右から、左からしっかりと見ます。そして同じ名前の植物でもじっくり見ると、葉脈の太さや長さ、葉っぱにも丸みがあるものや細長いものなど、細かく見比べて自分の好みはどっちかなと好みの株を選びます。売り場に並んでいる時にはあまりサイズが大きくない植物でも、売り場に並ぶ段階では数ミリの差が育てているうちに大きくなった時、葉っぱの雰囲気が変わってくるので、選べる時はいつも細かい部分にこだわりつつ選びます。その細かい自分だけのこだわりが、こうして映像を通して植物の良さとして伝わっているのであれば、とても嬉しく思います。ご質問ありがとうございます。さて、まさかのここからが本日の本題です。去年の今頃にもうパキラを育てないぞと宣言をして1年が経ちました。過去3鉢パキラの育成に失敗をしております。私にとってパキラは難しく、外出先でもパキラを見ないようにして過ごしてきましたが、今年の1月、新春セールイベントがきっかけで園芸店よりひっそりとお迎えをして早2ヶ月が経ちました。そろそろ暖かくなるので、今回はパキラの植え替えをしたいと思います。本日のタイトル、4度目のパキラ。よし来たね。はい、無理に水ゴケパターンなので、ふやかして植え替えします。では水を浸している間に、用土は622無機質でやってきます。今日は雨が降ってますけど、そんなに寒いわけじゃないので春って感じですね。根張り鉢3号でもうちょっと期待したでしょ。どうせバーコードきれいに剥がせないんでしょみたいなほぐしていく。ほぐします。お水控えめって聞いたので、わりかし控えめにしてましたが、硬いなあ。これ水私あげてたけど、あまり吸えてなかったのかな。パキラは根っこがあんまり張る植物ではないと聞きましたが、洗いたい、落としたい。
今までお水あげてたけど、どうやら中の方までは吸えてなかったかも。私の水やりの仕方だったら。すごい心配になったと思うんですけど、私が過去に3回やってきたパキラも最初植え替えする時こんな感じで、この時点で気づいとけばよかったんですが、あんまり根っこが張らない植物だった過去形になっちゃった。あんまり根っこが張らない植物なので、最初から大きな器にしたのがまず1点問題点だったなっていう反省点を踏まえ、今回は2針鉢3号で驚くほどバランスが悪いですが、今まで3度同じ失敗をしてきてるので、今回はちっちゃいものにしてみます。本当にパキラって根っこ張らないんだね。噂には聞いてたけど、いや過去3回もそうだっただろうって感じなんだけどね、気づくのが遅いんだね。炭入れちゃおうかな。今回はほんの少し炭、ここが結構硬いんですけど、下当たると折れてるよいしょ。はい、早っ早っ。これで様子を見ます。